にやってきました。お疲れ様です。ためにも完全に北海道に来たんですか？完全に来たんだね。はい、ということで今発表を終えましていろいろ聞いてきました。でなんかここに実際のセカンドブレインノートっていうのがもう展示されてるんで、ちょっともう探してみたいなと思ってます。はい、ということでイベントから戻ってきました。そして何日か経っておりましてしっかり使ってきました。これが今回新しく出たセカンドブレインノートってやつですね。で僕ね言葉の重要性を本当に毎日痛感してるんですよ。もう会話ってマジで資産だと思ってて、なんか最近さ AI とかと話す機会っていうのもやっぱ増えたんですけども、どうしても言葉以上に情報を伝えられてなかったりとか、あとはインプットした情報だけだとなんかねいまいちなんですよね。なんか僕のこと分かってくれてないなっていう感じがする。だからこそ日常の会話とかどんな会話をしてるかっていうのを AI が知ってくれたらめちゃくちゃいいっすよね。もう何でも先回りして答えてくれます。で僕もですねもうかれこれ1年ぐらい前から日々自分の音声っていうのをレコーディングして AI に突っ込むってことをやってるんですけども、今回のセカンドブレインノートもすごくそれに近くてですね、僕の運用方法としては基本的にはもうつけてます。つけた状態にしてある程度会話終わったなと思ったら切る。でまたすぐつけるみたいな感じで、もうほぼ一日中ずっと録音してるというような形で使ってます。で特にこのセカンドブレインノートがいいなと思うところが2つあって、1個はバッテリー持ちね。これ35時間最大でバッテリーが持つので、こういうね音声入力デバイスって結構バッテリー持たないもの多いんですよ。僕全部のね音声入力デバイス知ってるわけじゃないんですけども、微妙に20時間で足りないとかそういうの多いんですけども、これは35時間持つので1日中録音することができますというのに加えて、もう一ついいのがこれのデータの蓄積する場所と相談する AI の場所っていうのが同じってところですね。要はジェンスパークを使っておけばそこで相談する場所にもこの音声入れた情報っていうのがすでに蓄積されてるんですよ。こういう声を記憶する系デバイスだとやっぱ別の場所に保管されて、それを呼び出すのがめんどくさかったりとか、なんか連携がうまくいかないってことも多かったりするんですけども、もう一緒のところにあるのですぐ活用することができます。これ結構いいとここまで聞いてくれたと思うんですけども、一体何ができるのかあんま分かってないって人も多いと思うんで、ちょっとジェンスパークを使ってどんなことができるのか、僕のこのセカンドブレインノートに入れたデータをもとにできることをちょっと見てみましょう。はい、こちらジェンスパークですね。最近ジェンスパーク AI のワークスペース 6.0 って言ってなんかバージョンが新しくなったんですけども、これのですねもう普通にこのジェンスパークのメインのトップページ、もう普通に相談するところからこの僕が普段から入れてるセカンドブレインの情報っていうのを呼び出すことができます。で一応ね内容を見たいときにはこのセカンドブレインってところをポチッと押します。はい、そうするとですねこんな感じで会議メモっていうところにいろいろ情報が入ってます。ちょっと8月のねデータはめちゃくちゃいろいろ入ってるんで今見せれるデータだけここに出してるんですけども、こんな感じで要約をしてくれます。基本的にはその会議だったりとか、そのなんだろうな音声を記録してる間の時間の出来事っていうのを勝手に要約してくれるんですよね。はい、中見てみるとこんな感じでもう要約されています。全部ここで記録された音声っていうのがここに入って勝手に要約されている形ですね。で出しちゃダメなもんないよね。今回はソニーの FX5 を使った日の音声が全部入ってるんで、こんな感じでその FX5 っていうカメラのことが入ったりするんですけども、でこんな感じで何話してるかっていうのも文字起こしされてますね。なんか文字起こしされてほしくないところまで文字起こしされてるんですけど、こんな感じで話したことも全部文字起こしされていれば、その文字起こしした内容をもとに要約もしてくれています。でこれだけだったらつまんないやん。別に要約されてるだけだったら面白くないんですけど、これはあくまで、セカンドブレインっていう名前書いてある通りなんですけども、もう一つの脳みそとしてデータを蓄積してくれていて、でこれをベースに回答をしてくれると
いう話なんですよね。で具体的にちょっとじゃあ見てみるんですけども、例えばもうちょっとスライド作ってみるか。スライド AI スライドとかでももうなんかここから質問してもいいし、この AI スライドとか AI シートとか、この辺も全部使えるんですけども、例えばもうスライドとか押しちゃって、で例えば7月の会議の内容をもとにYouTube で作れそうな企画をスライド化して、スライド化する必要別にないんですけども、とかするとセカンドブレインを呼び出すっていうのが出てきますよね。これでもうこのねセカンドブレインノートで取った音声っていうのがセカンドブレイン経由でここに呼び出されているという形になります。本当はこの AI スライドっていう機能だとなんかスライドのテンプレートを自分で指定できたりとかするし、今回の YouTube 企画でスライド作るっていうよりは、例えば1個の会議を全部録音しておいてその内容を全部スライド化するとか、そういう場面でかなり使えると思います。でちょっとねこれスライドでき始めてるんですけども、もしかしたらこれ勝手に画像を持ってきちゃってる可能性もあって、これ普通にね自分で見るようにしか使わない想定だから別に普段はそれでいいんですけど、ただ今ねちょっと YouTube で出す関係でちょっと画像だけ差し替えてもらっとくか。これでちょっと後で入れておきましょう。でこれやってくれてる間にちょっと他のも見てみますか。他にどんなことができるかって話なんですけども、例えばじゃあ今までの会議の内容をもとに、もしくはセカンドブレインとかでもいいんですけど、ブレインの内容をもとに、今後行く旅行先のピックアップをまずしてくださいと、いうふうにすると、例えばね、仕事だけじゃなくて今までなんか旅行に行くとかイベントとかなんかそういうのあったかなっていうのを調べてほしくて、一旦これでセカンドブレインでプロジェクトを呼び出してもらったりします。この感じで出てきましたね。JALマイル海外旅行とか、あとはディズニーシーの関連とかですかね。なんかこの辺の情報を見てくれてます。ほらこんな感じで、出てきます。では、例えば、ちょっとアイスランドはいろいろ調べているので、韓国では韓国旅行についての内容を AI シーツで出力してた。これできるのかな。いけたわ。いけました。これさ、もともとさセカンドブレインで AI シートでセカンドブレインの内容から韓国旅行の内容を踏まえてやるべきことを持っていくものをシートに落とし込んでみてみたいなのやるとできるのかな。わざわざシートにする必要もないか。うわ見てちゃんと韓国旅行で現金で行く方針でなんかグルメに強い関心があるとか、ちゃんとそういうのも入ってるんですね。でそれを踏まえてやるべきことと持っていくものとかをシートに整理してくれるとか、そういうことやってくれるみたい。おもろ。いやこれやっぱさ、わざわざ手で入力しようとするとこのグルメに強い関心がありますなんて書かないやん。韓国旅行について調べたいですとかでこうやって壁打ちすればなんとなく絞れていくかもしれないけど、やっぱ友達との会話だったりとか、自分だったら妻との会話とかで、ここ行きたいねあれ行きたいねっていう言葉がここに、セカンドブレインノートに蓄積されて、そのベースをもとに話せるから結構深掘りができるというのやっぱりいいですよね。ということでそうこうしてる間にスライドが出来上がっておりました。僕が7月の多分友達とね話した内容が、AI でなんかちょっと効率化したよみたいな話だったんでしょうね。それをもとに、スライドを作ってくれました。わざわざ別にスライドをねこれは作ってもらうほどでもなかったかもしれないんですけども、例えばなんか旅行のしおり作りとか、あとは会議の内容をまとめるとか、あとイベントレポートとかね、そういうシーンで録音しておくとそれをベースにスライド化してくれて、後で自分でね可視化しながら情報が見れるっていうのもかなりいいのかなと思ったりします。特にやっぱスライドとか仕事で使えそうですよね。なんか AI シートの方時間かかりそうだったんですけども、普通のなんかシートの方が出来上がりました。開いてみます。で予算がねあって行きたいグルメ、ちゃんと入れてくれてる。ちょっとだけね
違うけどこれヨンナムソシッタンっていうお店なんですけども、まあ大体わかりますね。あ、優先度とかちゃんとつけてくれるんだ。おもろ。ハンガンラーメンとか、肉じゃがとか、引き立てごま油ね、確かに言ってたわ。はい、このさ確かにこれ言ってたわみたいなところまでちゃんと出してくれるの嬉しいですね。これ引き立てごま油に関しては一緒に韓国旅行行こうねって言ってる友達がごま油をカージャンシジャンっていう韓国で買いたいんだよって言ってたんで、それ出してくれてます。まあ、訪問先候補とか体験リストとか、はい、出してくれてますね。あ、こっちのAI シーツの方も出してくれました。まあ、こっちはちょっと指示を変えたのでやるべきこととか、あとは持っていくものみたいなところを全部書いてくれてますね。嬉しい。わ、めっちゃ便利じゃない？旅行の時これめっちゃ便利だよな。あ、ちゃんと連携されてるわ。普通にジェンスパークで作ったスライドと AI シーツから作ったスライドでそんなに差はないですね。ちゃんと優先度もやっぱ同じデータベースを元にしてるから共通したものが出てきてくれてます。まあ、若干ねスタイルとか出すものは違うんですけども、まあ、これは僕の指示の違いだったりするので素晴らしい。ケイスケの動画。はい、でもこんな感じでおおむね、ジェンスパークでの使い方分かってくれたかなと思います。ということでまあせっかくなんでねちょっとこの外観も見せていいですか。ほい。はい、こちらがセカンドブレインノートになります。でもうボタンは1つだけですね。これを長押しすると電源がオンになってこれで録音開始されている状態ですね。で、1回タップするとハイライトっていうのがつけられて、まあ、重要だよって思った部分でピッて押してあげるとそこの部分が主にちゃんと要約されるというような形になります。で本体自体は 26g めちゃくちゃ軽くて厚さとしては 3mm なので本当にカードサイズですね。でこんなコンパクトなサイズなのに実は中にストレージが 64GB も入っててここにかなりの情報量を貯めることができます。でマイクも5機ついてるんで結構音声もクリアに取れてるみたいですね。でこちらがマグネットホルダー付属のものなんですけども基本的にはここに差し込んでこちら、はい、こうやってプスッと差し込んで、はい、こういうスマートフォンの裏とかにピッてつけて録音するという形になります。こうやって開いてここで押す感じですね。で、こうしてスマホの裏とかにつけておくと例えば電話の時の会話とかそういうのもなんとか聞き取ってくれたりもします。でこれ単体の値段なんですけども単体の値段が$199、今日本円に換算すると25,000円ぐらい、3万ぐらいか。そうですね、3万円ぐらいで今キャンペーンやっててキャンペーン価格で$179、$20下がるので、だいたい3000円ぐらい安くなる計算です。で実際ねちょっと似たようなこういうね、音声入力デバイスあると思うんですけども、その中でこのセカンドブレインノートがいいなと思ったポイントちょっと3つぐらいあってそれもご紹介しておくと、1個は冒頭でも話したんですけども一日中バッテリー持つってこと。これね本来は多分会議のタイミングでポチって押して会議終わったら止めるっていう使い方が正式な使い方だと思うんですよ。思うんですけどできない忘れちゃうんですよね。例えば電話がかかってきてその電話録音したかったけど押し忘れたみたいなことがすごく今までこういう系だと多かったんですよ。でもう僕それはやでだからこのバッテリー1日持つめちゃくちゃ大事なんですよ。基本的にはつけっぱなしにしといて気づいた時に消す運用にしてあげると取り忘れがなくなります。でちゃんと聞いた音声でちゃんと大事だなと思った時にポチッと電源1個押してあげれば、さっき言ったハイライト機能っていうのがつくので、そこの部分を中心に予約してくれたりとかします。大事だなっていうふうにマーキングしてくれる感じですね。でもう一つやっぱこの形もいいなと思っていてスマホの裏にこうやってつくんですよ。なのでさっきも言った通り電話の音声を記録できるんですよね。で本当に仕事してると電話で言った言わないめちゃくちゃ発生するんですよ。特にねこういう YouTube やってると、なかなかさ舐められるとは言わないけど言った言わないがすごく多くてですね、そういうの困ったりするのでやっぱりこういう背面につけれるデバイスっていうのでほぼ常につけておけるのが嬉しいです。ただ1個だけ言うとこのね後ろにつけるやつ割と重いです。本体はめちゃくちゃ軽いんですよ。本体は 26g かなり軽いんですけどもこのねマグネットのこれが若干重くて今僕 iPhone Air 使ってるんですけども iPhone Air だとかなり重量感増したなって感じちゃうんですよね。これ自体が 73g あるから2つ合わせると 100g ぐらい重くなっちゃうんですよね。 iPhone Air って 200g いかないぐらいなんで、それは 1.5 倍ぐらいの重さになったら重く感じるよね。
で最後良かったのが費用面のところですね。こういう、音声入力系のデバイスってどうしても月額費用かかったりするんですよ。なんですけどこのセカンドブレインノートであればジェンスパークのサブスク内に文字起こし無制限機能が入ってるんですよ。プラスプランとプロプラン、月3000円のプランからはもう無制限で入っていて、無料プランでも300分までは文字起こしすることができます。300分だとねちょっと本当に月に何回かの会議でしか使えないかもしれないんですけども、普通に1個課金をしておけば月3000円ぐらいで使えると。なので普通 AI で連携させようとするとこっちで費用がかかって AI 側でも費用がかかってってことがあるんですけども、それダブルで課金されることなく1個の課金で終わらせてくれるっていうのが嬉しいです。逆にね不満点はないのかみたいな話なんですけども、不満点としてはさっき言った重さのところが一つと、あと日本語の精度のところ、基本的に音声の文字起こしの精度めちゃくちゃいいとは思うんですけども、固有名詞あたりとかは結構読み取れないことっていうのはたまにあるので、そこかな。教育していけばなんとかなるのかもしれないけど、教育はめんどいっていうところはあるので、ちょっとそこのね、固有名詞の精度をなんか勝手に検索してくれる機能とかが今後つけば嬉しいなとか思ったりしてます。あとはさっき言った良いところともう本当に表裏一体なんですけども、もういい意味でも悪い意味でもジェンスパークと合わせて使う製品なんですよ。なのでメインでもう全然違う AI を使いたいっていう人にとってはちょっとしんどいですよね。がっつり使うためにはちゃんとジェンスパークの3000円分課金しとかなきゃいけないので、どうしてもメインの AI が別にあるっていう人にとっては良さがね半減しちゃうってこともあるかなと思います。悪いところとしてはそんな感じでしょうか。ケイスケの動画はい、ということで、イベントに行ったり、いろいろ使ったりして、これ活用してきました。冒頭でも言ったところなんですけども、文字起こしできるデバイスっていうのは本当に他にもたくさんあります。ペンダントみたいに使えるやつとか、こういう風にスマホの裏につけられるやつもたくさんあるとは思うんですけども、勝手に連携されてるっていうのがやっぱ一番良くて、どうしても他の AI と使おうとすると二重にサブスクがかかる、で連携がめんどい、なんなら連携失敗することもあるみたいなのがちょいちょい僕の経験上あるんですけども、そこのところがもう自動的に要約されて自動的に追加されて、もう次ジェンスパークに聞くときに勝手に反映されてる、この体験がねやっぱすごくいいなと思います。だから今までこういうデバイス使ったことない人はもうぜひ一回使ってみてほしい。やっぱね言葉って本当資産だから、自分のパーソナルな情報で言葉に勝るものってあんまないと思うんですよね。でですね、やっぱ AI と付き合うときにAI に情報を入れるときの一番の敵って精度とかではなくて手間だと思うんですよ。やっぱその一手間がないだけで本当に楽に AI 使えるようになるんで、ぜひね一度使ってみてほしいなと思います。概要欄の方にですねこのセカンドブレインノートが 10% オフになるリンクも用意してありますので、ぜひ気になる方は使ってみてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。